Everyone, it's Monet で今日はモネが持ってるリップを全部紹介してみたいと思うんですけど、いつもここに後ろに置いてあるんですけど、そんなに多くはないんですけど、リップは好きなので今日はちょっと紹介してみようかなって思います。なんか種類別に分けて紹介したいと思うんですけど、まずはスティックタイプのリップからで、トニモリから出てるスポイラーSheer Matte Lip Pencil ってやつで、これはなんかちょっと深みのあるオレンジじゃないけど深みのあるピンクで、セミマットって感じなのでマットなんですけど、これすごい色味は好きなんですよ。結構深い色って結構気をつけて使わなきゃいけないと思うんですけど、よりによってリップライナーとかもしなきゃいけないかもしれないんですけど、これは深みを出してくれるけどそんなに考えないで使えるので、色味とかはすごい好きなんですけど、マットってこともあって結構乾燥します。で、結構乾燥しちゃって取れてくるじゃないですか。そうすると取れてくる上にもう一回塗るとなんかこうムラになって塗れちゃう感じはあるので、色が綺麗なだけちょっと少し残念ですけど、でも色が好きなので使ってます。で、もう一個の、スティックみたいのはレブロンから出てるカラーバーストマットバームで赤の色なんですけど、45番です。これは一時期本当にマジで毎日使ってました。だから本当はこれもさっきのトニモリから出てるみたいにこう丸い形だったんですけど、唇の形になっちゃうぐらい使ってて、これもマットなんです。マットっていうマットバームって名前でね、マットなんですけどバームっていうこともあって、そうリップクリームなんかこうすごい乾燥、全然これは乾燥しないんですよ。あと赤だけどなんかもう赤っていう赤じゃないので着やすい赤で、すごいこれは気に入ってます。なんか匂いもなんかミントみたいな匂いで、つけてみるとスースーする感じもありました。すごいこれは気に入ってます。最近はもう使ってなかったんですけど、また使いたいなって思います。次はグロスに移るんですけど、まずは有名なキャンメイクの Your Lip Only Gloss ってやつで、これは名前の通り自分だけの色になるって、自分の体温とかでした時は透明なんですけど、ちょっとすると自分のピンク色に変わってくっていうグロスなんですけど、これはグロス特有のなんかブレって何やってもブレってつく感じのなんかベタベタした髪の毛とかもついちゃってって嫌になるようなグロスじゃないので、とってもいいと思います。これは本当になんかナチュラルメイクとかでもパパってやる、すっぴんでもいいぐらいだと思います。全然すごいナチュラルにつくので、これはすごい気に入ってます。あとすごいなんかプルプル感を出してくれるので、乾燥してても乾燥してない感じを出してくれるので好きです。もう一個のグラスは高野ゆりから出てるエステザファクトの01ローズピンクなんですけど、これはなんか一時期すごいセルライトが気になった時期があって、その時にエステみたいのにトライしに行ったんですよ。高野ゆりってところに。その時に化粧ステーションみたいなのがあって、終わったら化粧していいですよっていうので、時にこれを使ってすごい気に入ったと思ってその場で買ったんですけど、一時期これも毎日使ってました。グロスなのに結構こんなになくなってるとこ見えてるって結構すごいなって自分で思うんですけど、でもなんかハッと気づいて、なんかテカテカしてるって急に思っちゃったんですよ。それからなんか使うのやめたんですけど、これは、もちろん何もしないでも塗れると思うんですけど、何かリップの上につけるのがいいかなって思います。結構キラキラ感、ラメ感が多いので、何かのリップの上につけるのがいいなと思います。ただこれは残念ながらペタペタした感じはあります。次はリップスティックなんですけど、これはレアボラリオってとこから出てるプルグナっていう色なんですけど、これは唯一持ってるそういう暗い色、深い色なんですけど、もっと深い色集めたいんですけど、今はこれしか持ってないんですけど、これはすごい綺麗な色で、もうこれ見た瞬間もう買うって決めたんですけど、すごい可愛い、すごい深みのあっていい色なんですけど、やっぱ乾燥はちょっとします。だからこうやってここのところをこうやってしてると舐めたくなる感じに乾燥してはしちゃうんですけど、でも色が綺麗なのでもう乾燥するなって思いながら使っちゃいます。で、次はポーレンド・ジョーの、これはコフレに入ってたやつですね。クリスマスレッドっていうそれ限定の色だったと思うんですけど、これはとにかくケースが可愛い。ケースっていうか、このこうやってついてると花柄がついてるのがすごい可愛いなって思います。これはちょうど真ん中ぐらい、マットでもなくすごいツヤ感が出るわけでもなく、普通のリップっていう感じです。で、少しこれがこの芯自体が硬いのかわかんないですけど、こう
ちょっとこう引っかかる感じはあります、つけるときに。次はシャネルのルージュアレア257なんですけど、これは赤だけどすごいツヤ感が出る赤で、とっても可愛い色です。すごい着やすい赤なのですごい気に入ってます。でこれはポール&ジョットのも似てるんですけど、その前に紹介した。でもそれよりかはもうちょっとツヤ感が出ます。次はザ・フェイスショップのオレンジピックスクリーミーマットなんですけど、これは本当にすっごいなくなってるんですよ。すっごい、これも空港で確か買ったんですけど、一時期毎日着てて、なんかオレンジのが欲しかったんですよ。その時オレンジがすごい欲しかったんですけど、なかなか自分に合うオレンジがなくて、なんかちょっと変だったんですよ。似合うオレンジっていうのがなくて、これはすごい自分的には似合ったって思ったので買ったんですけど、少しやっぱマットなので乾燥はしてしまうんですけど、色がすごい可愛いのでよく使ってました。最近はあんま使ってないんですけど、よく使ってました。次は Make Up For Ever のアーティストルージュ M230。 あんまり使ったことないんですけど、すごく発色がいいんですよ。だからちょっと使うのがちょっと怖いのでまだ使えてないんですけど、すごいニオンみたいなピンクの色ですごい可愛い色だと思います。モネが今持ってる中には持ってない色なのですごいいいんですけど、まだちょっと怖くて使えてないです。次は、リップバームと保湿を重視してる感じのリップ系なんですけど、まずはレブロンのカラーバーストリップバターの42番です。これは、2015年のラッキーバッグ、レブロンのラッキーバッグに入ったやつなんですけど、すごい匂いがバターみたいな匂いで、好きな方はいると思うんですけどもね、あんまり甘い匂いが好きじゃないのであんまり好きじゃないんですけど、これはね、このオレンジ似合わないんですよね。このオレンジはあんま似合わなくて、なんだろう、なんか浮いちゃう感じ、なんかただオレンジ乗せてるだけみたいな、なんかあんま似合わなくて、オレンジなのにシアーだとちょっとなんかモネ的にはあんま似合わなかったので、あんまり気に入ってないです。次はあんま長く説明していかないんですけど、なんでかっていうと、このように何にもわかんないんですよ。これリップクリームだけど自分の色に発色するってやつで、これはいつのやつかもわかんないし、何のやつかもわかんないんですけど、すごい怖いのがこのね、後ろに12511って書いてあるじゃないですか。これで12年5月までってことなのかなって思うとすごい怖いんですけど、すごいちっちゃいし、ナチュラルなんで何にも考えないでつけられるから、すっぴんの時とかでもカバンに入れとくだけで、こうなんかちょっと血色悪いなって思った時にパッてつけられて持ち運びにも便利なので、これはずっと使ってるんですけど、何かわからないからもう一回買うこともできるで、次はシャネルのルージュココスタイルってやつなんですけど、これはリップクリームではないんですけど、モネ的にはすごくクリーミーで、すごいなんかナチュラルなピンクでツヤ感出してくれる。これすっごいこれ気に入ってます。で、なんかツヤ感が出るけどペトペトもしてないし、これはすごい着やすいです。着心地がいいリップです。次はティントに移るんですけど、まずはビセアバントのオイルインリップティントで、これは赤なんですけど、ティントってやっぱりこうなんか唇にこう染み込む感じじゃないですか。だからあんまり取れづらいしっていうのがいいとこなんですけど、やっぱリップに染み込んでくるとすごい乾燥してんのとかバレッバレに見えるんですよ。で、そうじゃないリップティントもあるんですけど、これはちょっとそういう感じだったので、冬場は手があんまり伸びないですね。つけるところがちょっとC みたいな、椅子みたいな、唇にすごいこうやって合わせやすかったです。つけやすかったです、すごく。次はランコムの、ジューシーシェイカーの372のやつで、これはもう有名なやつで、振ったらこう色がオイルみたいなのと色が混ざって、こうスポンジのところにつけるってやつなんですけど、これは本当にナチュラルで、これはティントだけどさっきのみたいにこう乾燥のところにもあんまり入ってこないので、すごいこれは好きです。で、これはラメ感があんまり入ってないので、すごいナチュラルに使えます。でも意外と発色がするので、
なんか調整できます。自分でポン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 ってやったらあんまり発色しないでナチュラルな感じでできるけど、こうバッて普通にちゃんと塗ったらもうちょっとこう発色してくれるので、これは本当にいいと思います。これはランコムのコフレに入ってたんですけど、すごいこれは気に入ってます。で次はもうまたコフレに入ってた、ランコムのまたジューシーシェイカーの301で、これはメロンの匂いみたいな味もします。メロンあんまりさっきも言ったような甘い匂いが好きじゃないのであれなんですけど、これはさっきのよりもラメ感が入ってるので、もちろんこれだけ塗っても綺麗だと思うんですけど、何かの上にのせるのも可愛いと思うし、これだけで塗ったらさっきのよりももうちょっとツヤ感が出てうるうる感が出ます。これあれだ、何の味だろうと思ったら昔流行ったじゃないですか、今も流行ってるのかな、なんかリップクリームだけどコーラとかなんかスプライトとかそういう味がするよみたいな、チッパチャップスとかそれのチッパチャップスの味がします。でもう一個のティントがケイトから出てるカラーリップティントの RD1 で、これはヌードな、今してるんですけどヌードな感じのリップティントで、ヌードって1個持ってきたいじゃないですか。でも結構ヌードって自分に合うヌードを見つけるの難しいと思うんですよ。あんまり色が白すぎるヌードでもなんか死んでるみたいに見えちゃうし、そうだ濃すぎてもそれはヌードじゃないじゃないですか。だから自分に合ってるヌードってすごい見つけづらいと思うんですけど、これはすごい今自分的に合ってるヌードだなって思って、であとすごいつけやすいんですよ。このスポンジみたいなつけるところがすごいつけやすくて、全然何にもこうバーってやるだけですごい綺麗に塗れるので、これはもらい物なんですけどすごい気に入ってます。最後はこれなんていうかわかんないんですけど、このなんかリップキットみたいな、リップコンパクトみたいなやつなんですけど、これは確かママが韓国で友達とご飯食べした時になんか売りに来る人いるじゃないですか。そういう人から買ったって聞いたと思うんですけど、これは持ち運びに良くて、実はこの中にブラシが入ってたんですけどなくしちゃったんですけど、ブラシも入ってるし鏡もついてるしいろんな色が入ってるので本当に持ち運びにいいと思うんですけど、これなんかこうやって見た感じ、パッて見た感じ正直ちょっとおばさん臭いなって思うじゃないですか。でもつけてみると意外とそんなこともなくて、ママが使わないっていうのでもらったんですけど、意外とこう使いやすいです。こうハンディーな感じでたまに結構よく使ってます。だから結構ほらくぼんでるでしょ。そう結構よく使ってるんですこれ。はい、こんな感じで今日は持ってるリップを紹介してみたんですけど、もしおすすめのリップとかがあったらぜひ教えてください。では I hope you guys enjoyed this video and I'll see you guys in my next video. Bye bye!